ビルから脱出したアラジンとハーメルンは六本木の街を走っていた。まずは状況把握だ、ハーメルン君。では情報が得られるところへ。幸い近くにテレビ局があります。半ばナイトメアとなったボートを蹴散らしながら二人はテレビ局に駆け込む。だがそこで確認したニュースは絶望的なものだった。世界各地で暴動が起きています。皆さんは身を守る行動を。まさか世界中でナイトメアが。なんと醜い状況でしょうか。画面の中のアナウンサーが告げる内容に二人は愕然とした。ドロシー嬢が言っていた通り、皆欲望に狂ったのか。これは時間の問題ですね。いずれ人類全てがナイトメアと化す。どんなに金があっても意味がなくなるか。どんなに美しくても意味がなくなります。それはディスアグリーだね。ええ、我々のニーズとは違います。スタンディングオベーションだ。世界中の人間が欲望に狂いナイトメアと化していく中で一体何ができるのだろうと普通の人なら諦めるだろう。しかし二人は違った。僕たちならきっと世界を救える。ええ、なぜなら私たち二人は優秀だから。現実世界に来て2年と数ヶ月、たったそれだけの期間で総理首席秘書官やゲームプロデューサーとなった2人はこの世界における自分の有能さ、そしてパートナーの有能さを心の底から信じていた。六本木にあるタワーマンションの最上階に身を隠した私たちは、そこにいたであろう住人が残した PC を駆使して世界中の情報を集めました。さてここからどう動くべきでしょうか。ドロシー嬢は欲望が増幅されたのはシノアリスが原因だと考えていたようだ。ならばまずはそれを強制的にアンインストールさせるプログラムを作って配布するのはどうだろう。さすがアラジンさん。ではシノアリスのアンインストールプログラムを作りましょう。大丈夫、私はゲーム会社でプログラミングも学びました。美しいコードを書いてみせますよ。さすがハーメルン君だ。彼になら安心してプログラムを任せられる。では僕は政治で築いた人脈を使って配信元にアプリを強制配布するよう交渉しよう。シノアリスをアンインストールさせることに成功したら、次はナイトメア化した人々への対応ですね。ま、元に戻ることはないと思われますが。ナイトメアに関しては一気に型をつけるべきだろう。どこか広い場所に誘導してミサイルでも放つべきだ。今のうちに土地のピックアップとありったけの火力を武器商人から買い取っておこう。ああ、アラジンさん相手だと話が早くていいですね。実に効率的で美しい。
私と共にこちらに来たのがあなたで本当に良かった。僕も共にこの地に来たのがハーメルン君で良かったと思っているよ。君と築いたこの関係は金では買えないものだからね。世界中の人々がナイトメア化を始めてからおよそ2ヶ月が経った。その間、アラジンとハーメルンの2人は世界を救うために奮闘したが、結局どのプランも成功しなかった。ナイトメアが増えて荒廃した東京は曇天のクリスマスイブを迎えている。なあハーメルン君、何でしょうアラジンさん。もしどちらかがナイトメアになってしまったら。続く言葉にハーメルンは綺麗に笑う。二人は肩を叩き合いお互いをねぎらった。そんな彼らの背後にゆらりと立つ人影、それはあのゾンビ総理だった。奇跡が起きる夜だけど、奇跡なんて起きないよ。君たちがいくら優秀でもこの世界は救えない。ゲーム開発者も政治家も誰もこの世界を救えない。そう、誰にもだ。例えばのんきにこの文章を読んでいるあなたにもこの世界は救えない。今起きている悲劇にできることは何一つない。やれることはただ一つ。シノアリスだけだ。時計が0時を指す。12月25日のクリスマス。ひとしきり喋り終えたゾンビ総理は満足げに笑うとその場から立ち去った。後に残されたのはナイトメア化したアラジンと同じくナイトメア化したハーメルン。二人はお互いを刺し殺す姿勢で地面に倒れている。その上にひらりと白い雪が舞った。